こんにちは、ゆうかです。今私は鹿児島に来ています。今日はずっと気になっていた桜島フェリーに乗ってみたいと思います。今鹿児島のこの辺にいるんですけど、桜島はこの辺で陸からぐるっと一周回っていくこともできるんですけど、フェリーで行くのが一番早いそうです。フェリーだと15分で着けるし、値段も200円で結構安いんですよね。しかも桜島フェリーは24時間運行しているそうで、今日私予約してないんですけど、それでも乗れるみたいです。それでは乗り場がもうそこなので、早速行ってみようと思います。今日乗船する桜島フェリーは、鹿児島港と桜島港をつなぐ24時間運行しているフェリーで、鹿児島中央駅からフェリーターミナルまでは市電でだいたい15分くらいで来れました。初めて来る場所でキョロちゃん発動中。迷子にならないように気をつけます。エスカレーターを登ると乗船口への看板が見えてきました。近くにはイオワールド鹿児島という水族館もあるみたいです。ここが桜島フェリーの乗船口。運賃は後払いでそのまま乗船できるそうです。時刻表を確認してみると、多い時で1時間に3往復も運行していますね。0時から23時までの時刻表、珍しすぎて携帯の壁紙にしようか悩みました。今の時間は15時50分なので、16時発の便に乗船していこうと思います。初の桜島上陸、テンション上がってきました。今回乗船するのは第18桜島丸プリンセスマリンという船で、今年の2月で21歳になったばっかりのまだまだお若いフェリーになります。通路をしばらく進んでいくと、遠くに桜島が見えてきました。私と同じコミュ障なのか、雲に隠れちゃってます。あ、そう、実はこのフェリーの中にずっと行ってみたかった場所があるんですよね。乗船前からワクワクが止まりません。桜島フェリーは徒歩だけでなく車での乗船もできて、1階と2階が車両甲板になっていました。じゃーん、船内はこんな感じになっていて、乗客はそこまで多くなかったです。階段を上がってみると、4階は展望デッキになっていて、日本百景の一つでもある鹿児島湾の景色を楽しみながら過ごすことができます。デッキに双眼鏡を発見。ちょっと覗いてみましょうか。なんか視力検査を思い出しました。視力 10.0 になった気分で楽しい。しばらくして出港の合図が流れてきました。15分間の船旅ですが、楽しみ尽くしたいと思います。ついにフェリーが桜島に向けて出港しました。ちなみにこのフェリーが24時間運行しているのは、救急搬送や災害時の避難経路として活用されているからだそうで、地域の方々を守る立派なフェリーです。
無事に出港も見届けられたので、船内の探索にやってきました。こんな感じで自販機で軽食も売られていたんですが、私のお目当てはこれではなくて、じゃーん、こちらの船の中で営業している矢吹桜島フェリー店、ずっと行ってみたかったんですよね。お品書きはこんな感じで、胃袋が暴れ出しそうなラインナップになっています。ごぼ天うどんください。ごぼ天うどんが一番人気なんですか？ですね、ごぼ天うどん。はい、じゃあそれで。注文から3分くらいで一番人気メニューのごぼ天うどんが出てきました。これでもかってくらいごぼ天が乗っていて、めっちゃ美味しそう。こりゃ余裕でペロリできそうです。それじゃあいただきます。桜島港入港まであと12分しかないので、ゆっくり味わっている暇はありません。と思ったんですが、予想以上にごぼうがサクサクで美味しくて、すでにおかわりしたくなってきた。おかわりいただけるだろうか。時計の針をイメージしたダンスで時間に追われていることを表現してみました。ここの矢吹桜島フェリー店は秘密の県民賞やマツコの知らない世界でも紹介された鹿児島県の中でも有名なお店だそうで、私もずっと前から気になっていたんですよ。さっきからめっちゃ褒めてますが、桜じゃないのでご安心ください。せっかくなので画面越しに一口お裾分け。お支払いはスパチャでお願いいたします。気がついたら店内は私だけになっていて、皆さん早食いのプロフェッショナルでした。大食いは得意なんですが、早食いは専門外なので、この道も極められるように精進しようと思います。ごちそうさまでした。なんとか完食することができて自分でもびっくり。この後は桜島までまったり過ごしたいと思います。食べ終わって3階の客室で休憩していたら、桜島が目の前まで迫ってきました。相変わらず雲に隠れちゃってますが、そんなところも可愛らしいですね。あっという間に桜島港に到着。15分では足りないくらいの面白い船旅でした。動画では伝わりづらいんですが、着岸の際は結構フェリーが揺れたので、アトラクションみたいでちょっとドキドキしました。無事に桜島に到着しました。この先に運賃の精算カウンターがあって、現金以外にも交通系 IC やクレジットカードなども使えるそうです。はい、ありがとうございました。スイカでいけた。じゃーん、こちらが島内マップ。行ってみたいところがいくつかあるので、この後バスに乗って向かってみたいと思います。一番のお目当ては湯の平展望所。めっちゃ楽しみ。島内には桜島アイランドビューという周遊バスが走っていて、50分くらいで桜島を一周することができます。少し間なく動きますのでご注意ください。バスには私以外の乗客が一人も乗っていなくて、貸し切りだラッキーって思ってたんですが、ちょっと不安になってきました。
桜島アイランドビューにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。それでこの後ビジターセンターともありますが、次の資料館、この後夕方5時をもって営業の方は終了しますのでご注意ください。なおこのアイランドビュー、本日このバスが最終バスとなりますので、途中やばいアナウンスが流れたのにお気づきでしょうか。まさかのこれが最終バス。湯の平展望所で下車すると2時間かけて港まで歩かなきゃいけなくなります。いや、これは違うんですよ。展望所も行きたかったんですが、さすがに山頂で置き去りにされるわけにもいかないので、仕方なく港に戻ることにしました。大失敗。はい、ありがとうございます。ごめんね、ちょっと時間かかっちゃって、本当はあっちから帰ってきたかった。あそこの展望台に行きたかったんですけど、うんこれが最終のバスってあ、聞いて。でも降りればよかったの。行けたんですか？全然行けたんだよ。そうなんだ。そう、だからトイレとか行って降りていいよって言ったんだけど、まあ雨も降ってたっていうのもあるんだけど。なんかわかんなくて、帰れなくなったらどうしようとああ、思って。本当、いやいや、待ってるから大丈夫だったの。ああ、そうやったら、ちょっと。もう一個気になってる公園、なんか足湯がある公園が、あれってなんか17時半で営業終了って書いてあったんですけど、ビジターセンターとか資料館は閉まっちゃうけど、まだ足は多分やってると思う。だからこのままフェリーターミナルに上がらずに、はい、この建物そのまま右にずっと歩いていったら、ローソンがありますので。さっき乗ったところですか、バスに。あ、そうそう、乗ったところあるでしょ。あの建物のちょうど裏がその足湯があったりするところなんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、そうだったんだね。もうちょっとあれたらせっかくあそこがメインだったんで。そうですね。ね、本当。ありがとうございます。気をつけて。しばらく歩いて桜島溶岩渚公園という場所にやってきました。ここには無料で利用できる足湯があって、近くにあるマグワ温泉と同じ源泉だそうです。公園はこんな感じで自然がいっぱいで、時間帯もあってか数人くらいしか人もいませんでした。対岸には鹿児島本土も見えて、お天気が良かったら夕焼けも綺麗に見れそうですね。さすがに一人で来てるのは私だけで、複雑な気持ちになりました。こちらが無料で利用できる渚公園の足湯。せっかくなので使ってみようと思います。熱っ。めっちゃあったかい。泉温は 51.4 度もあるらしくて、なかなか悪くない湯加減でした。これでさっきの失敗もお湯に流せそうですね。初めての桜島、ドタバタだったけどいい思い出ができました。
はい、ということで桜島フェリーに乗って桜島に行ってみました。やっぱ15分だとすごくあっという間ですね。今日の朝15時間フェリーに乗った後だったのでめちゃくちゃ一瞬に感じました。フェリーの中で早食いしたごぼううどんもすごく美味しかったです。ただ唯一の心残りがね、湯の平展望所に行けなかったことがすごく悔しかったです。ちょっと今日着く時間も遅くなっちゃったからバスが最終のやつで行けないかなって勘違いしちゃったんですけど、一瞬でも展望台からの景色見たかったなって思うので、また次はそれもリベンジしたいですね。今日はこの後この近くにホテルを取っているのでそこに向かいたいと思います。ホテルも動画にするのでぜひ楽しみにしていてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。